今現在地、ここでトンネル渡ってもみじ谷の方まで行ってみましょうか。ちょっとこっちの遊神社の方にはちょっと遠いんで、今日はここまでで行ってみましょう。いいですね、参道。すっごい綺麗。いや、このトンネルも古いな。明治、大正、昭和初期、そんな面影を持ったトンネルですね。この青々としたもみじもまた綺麗なんですけどね。もう2ヶ月か3ヶ月ってとこですね。橋がありますね。三月橋。紅葉の時に映えますね、これは。ここが線路の一番最後ですね。弥彦駅。ちょうど今電車が来るみたいですね。ちょっと待ってみましょうか。僕は電車あんま詳しくないんですけど、結構新しめの電車なんですね。すごいこれ。すごい形で侵食してるな、これ。これも一応中長節林っぽいですね、なんか。なんか一部すごいね、崩れてるいやー、すごいな、ここ本当に。これやっぱ人が掘ったんでしょうね。あそこなんか一部崩落してるっぽいな。そうですね、ここが最終だ。崩れちゃってる。元はもう少し行けたんでしょうけどね。よし、じゃあ戻ってきました。じゃあちょっと階段登って
灯台まで行ってみましょう。到着。これもいい景色だ。何これ、すごっ。これ岩山ですよ、これ。何これ、でかっ。こんなとこにいるわ、あれ。すごい。石が結構積まれてる。あれかな。大江の木、気になる木。こっちが気になる木なのかな。こっち行ってみましょう。これかな。これっぽいですね。いやー、でも草木に囲まれてあまり見えんな。ちょっと気になる木の方にも行ってみましょう。看板がありますね。これかな。保存樹とは書いてあるけれど、これもえのき。これなのかな。もうちょっと道あるんで行ってみましょうか。ちょっと開けたとこに出ましたけど、なんかそれっぽいもんないですね。あれ、気になる木って、あれもしかしてこっちじゃなくてこっちなのかもしれないですね。ちょっと行ってみましょうか。いやー、しかし広がる畑一面、いいですね。しかし山の向こう側はいちご平野で、田んぼがすごく、畑がほとんどなかったんですけど、この辺は本当もう畑ばっかで、やっぱこの辺の自然の作りで土だとか水の流れだとか、その環境に適して作られてるんでしょうね、これ。さて、ここで分かれ道、どっちかなと、行ってみましょうか。
うーん、やっぱないですね。やっぱさっきのヒノキのやつがそうだったのかな。ちょっともうさっきの片方の道行ってみてなければ撤退です。どれだろう。やっぱなさそうなんですよね。あそこに人いるんでちょっと聞いてみましょうか。こんにちは。すいません、ちょっとお伺いしたいんですけど、あっちの看板に気になる木っていう看板あったんですけど、ヒノキとその気になる木って看板って、その気になる木がどれだか分かんないんですけど、分かります？私も地元の人なんですけどそうあそこに三つ股になってるとこで、そこに気になる木っていう看板あって300メートルってあるけど、どこ行ってもなくて、あれどこだろうかなと思って。そうでした。300メートル先になってた。そう今ここも行ってここも行ってで向こうも行ったんですけど、向こうになんかそのヒノキが2本あって、いやあれこれなのかなと思ったんですけど、どっかにベンチがありました。あれは多分それなんですかね。そういう看板がなかったんですよ。書いてありましたっけ？気になる木だったっけ？えのき？そう、ヒノキって書いてある。ヒノキが書いてあって、多分それなのかなと思って。それ300メートル先ぐらい。大体そんぐらいでしたね。じゃあそれわかりました。ありがとうございます。すいません。
おお、なんか武骨でかっこいいですね。なんかこの電車は。途中までなんですね。こっちが左側ということ。中山隧道。東東ス手堀隧道としては日本一177メートル。昭和8年から16年の歳月。平成10年12月に新しいトンネルが開通したことにより役割を終えた。でもそれまでの間この辺の人たちの車はどうしてたんですかね。他に道があったんでしょうか。いや涼しいな。じゃあちょっと行ってみましょうか。こういうのがこれ鶴橋の跡ですね。これでも途中で立ち入り禁止ですね。すごい。これが多分掘った土とか石を運ぶものだったんでしょうね。これ石、すごい。なんかもやがかかってて神秘的だな。じゃあ戻りましょうか。現在地岡山と向こう側にも入り口あるのかな。ちょっと行ってみましょうか。中山トンネルの反対側来ていました。おそらくここの道なんだろうけど、ちょっと行ってみます。ありましたね。
然見えないな。これなんでこっち側通行止めになってんだろう。あれでもここに普通に道路が敷かれてるってことは昔やっぱここ、でもやっぱり歩道だよな、これあったとしても。これじゃあ車は通れないもんな。ほんとこの辺の人たちそれまで車どうしてたんですかね。